ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国陝西省の方形だ。今回は中国では非常に珍しい2階建て列車に乗車するぜ。また2階建て列車？ここ最近ずっと中国の2階建て列車の動画だからいい加減飽きている視聴者も多いと思うよ。投稿主のマイブームなのであと1本だけ我慢してほしいぜ。中国の2階建て客車は絶滅寸前で、2026年現在、臨時列車を含めても3列車しか残っていない。昆明局が運行する雲南省の昆明、霊光間列車、上海局が運行する安徽省の合肥、淮北間列車、そして今回紹介する西安局の方形、重慶西間列車だ。3本の2階建て列車を比較するとこんな感じ。塗装や内装、運行パターンが違うぜ。昆明局だけ少し新しい車両なので毎日運行されているが、それ以外の2列車は不定期運行だ。内装については昆明局は寝台のみ、上海局は座席のみなのに対し、西安局は寝台、座席両方を連結する。さらに、中国全土で唯一、2階建て食堂車を繋いでいるという情報があるぜ。2階建ての食堂車とはかなり珍しい車両なんじゃないかな？そうだな。早速乗りに行こう。行ってみよう。方形は西安に次ぐ陝西省第2の都市だ。西北方面、西南方面の路線が合流する交通の要衝で、方形と西都を結ぶ方西線は中国初の電化路線として有名だ。それを記念して、方形の駅前には正山 7C 型電気機関車が綺麗な状態で展示されている。正山 7C は大同電気機車で1998年から2007年にかけて製造された。カーブが多い山岳区間に対応した3台車の軸配置が特徴だ。川崎重工製の 6K 型をベースに設計されており、モーターは三菱電機製という、日本とも縁が深い車両だぜ。中国西部の鉄道路線は2000年前後に日本の ODA で建設、電化を行った区間が結構多いみたいだね。謎の動物の像が鎮座する広場を通り、駅に入ってみよう。方形駅は在来線列車しか停車しない昔ながらの駅で、待合スペースは小さい。ホームに入ると巨大な車体の列車が待機している。これが今回乗車する方形発重慶西行き京線2次列車だ。西安局の2階建て客車はこれまで乗車した車両とは異なる落ち着いた色合いの京王カラーで塗装されている。2階建て客車は全長 25.5 メートル、全高 4.75 メートルだ。2022年に引退した2階建て新幹線、E4 系の中間車とほぼ同じサイズだ。低床ホームから見上げる2階建て車両は迫力があるね。この列車は2階建て車両12両を連結している。内訳は、高座車6両、南座車1両、食堂車1両、高座車4両だ。今回乗車するのは南座車の SRW25 系だ。外見はこんな感じ。この車両だけちょっと汚れているぜ。機関車は HXD3D 型電気機関車。真空の車体が特徴の、在来線客車列車の主力機だ。モーターや制御装置は東芝製を使用している。HXD3D は客車への電源供給能力があるのだが、2階建て客車は規格が違うので給電できないらしく、編成の端に電源車を連結しているぜ。そろそろ出発の時間なので2階建て客車 SRW25 系の車内に入ろう。平屋部分には一つだけコンパートメントがある。4人個室で2段ベッドが2つ配置されているぜ。1階部分に降りてみる。床にはカーペットが敷かれていて、個室が並んでいる。平屋部分と同じ4人個室だが、天井は少し低い。この部屋の上段の寝台が今日の寝床だぜ。上段は少し窮屈そうだけど、シーツが綺麗で寝心地が良さそうだね。階段を上り2階に上がってみよう。1階と2階は廊下の位置が左右逆になっているんだね。2階にも個室が並んでいる。内部はこんな感じ。ベッドが2つだけの2人用個室だぜ。2人用個室とは、これまで何回も中国の寝台列車に乗っているけどこんな設備は初めて見たわ。2人用個室寝台は SRW25 系の2階にしかない珍しい設備だ。かつては高級南画として通常の南画とは区別されていたようだが、現在は通常の南画として切符が販売されており値段も南画の下段と同じだぜ。これは大当たりの寝台だね。ちなみに、同じ2階建て南画車両である昆明局の SRW25 では2階部分は3人用個室になっているぜ。詳しくはこちらの動画を見てね。17時16分、列車は帝国通り方形駅を出発した。この列車は方形発重慶西行き京線2003時。陝西省の省都西安を経由してから夜間に中国内陸を縦断し、重慶まで走行する列車だ。主な停車駅は、広陽、西安、安康、達州、重慶西。陝西省内の多数の中小駅に止まるので、停車駅は合計22ある。西安の一つ先の延賃で列車番号が京線3時に変わり、そのまま運行する。西安には20時ちょうど、終点の重慶西には翌朝の6時35分に到着予定だぜ。西安までの所要時間は3時間弱、重慶までの所要時間は13時間強だね。そうだな。
夜行列車としてはちょうどいい時間帯の列車だと思うぜ。現在走行中の法系、西安関西来線は1980年代に日本の ODA により電化、複線化が行われた。電化の歴史が古い路線ということもあり、時折旧式の電気機関車を見かけるぜ。南賀車以外の車内の様子を見てみよう。まずは南賀より安い開放寝台の高賀車、SYW25 系。平屋部分にはコンパートメントが1区画だけある。平屋の高賀車と同じ3段ベッドだが、窓が上下に2つあるという特徴がある。外側から見るとこんな感じだぜ。普通の高画だと最上段は窓がなくて圧迫感があるけど、この車両ならどの寝台でも外の景色が見えるね。次は2階部分を見てみよう。2段ベッドが向かい合った4人コンパートメントが並ぶ。南賀に比べると少しマットレスが硬いが、シーツは綺麗に整えられているぜ。平屋の3段ベッドに比べると少し広いね。1階に降りてみよう。1階にも4人コンパートメントが並んでいる。天井の高さは2階とほぼ同じだぜ。車両全体で見ると縦に4段の寝台が並んでいることになるね。1階部分の端の階段横には2段ベッドが1つだけの2人コンパートメントがある。これも2階建て車両ならではの珍しい内装だぜ。2人で旅行している場合はこのコンパートメントに当たればラッキーだね。次は座席車を見てみよう。2階建て後座車 SYZ25 系が4両連結されている。中国の客車の座席は後座と南座の2種類がある。2階建て客車は南座車も製造されたが、この編成には連結されていない。座席の2階建て車両は階段の部分が非常に特徴的だ。左右に1階、正面に2階に繋がる階段が配置されている。階段周囲には窓が多数配置され、天井の高さも相まって非常に開放感のある内装になっているぜ。外から見ても窓がやたら遠いね。2階に上がってみよう。座席は2列プラス3列のボックスシートだ。平屋の後座車と同じ座席配置で、青いヨレヨレのカバーがかぶさっているぜ。一昔前の車両らしい、シンプルな内装だね。階段横の座席は2階建てならではの配置だ。階段の両脇に1人席が並んでいる。この座席は1階に繋がる階段の真上に位置していて、下から見上げると階段上のスペースを有効活用していることがわかるぜ。座席が空中に浮遊しているみたいだね。隣や前に人が座ることはないし、座席横の幅も少し広いので、後座にしてはかなり快適な座席だと思うぜ。平屋部分には2人用の座席があるぜ。この座席もなかなか良いプライベート空間だね。次は階段を降りて1階を見てみよう。1階席はこんな感じ。2階と同じ3列プラス2列のボックスシートだ。階段と座席を区切る壁には大きな窓があり、圧迫感を軽減しているぜ。最後に、食堂車を見てみよう。木目のカウンターがちょっとおしゃれだ。階段の配置は座席車と同じで、中央と左右に分かれている。ただ、座席車と違って窓の数は少ないぜ。1階も2階も食堂になっているんだね。そうだな。2階はこんな感じ。レトロな雰囲気のテーブルが並んでいるぜ。次は1階を見てみよう。2階と同じ内装になっている。端のテーブルは売店コーナーで、飲み物やスナックが並べられている。ここで売られていた、芋の澱粉からできたマーラー味ホルモンもどきという特殊な食べ物がびっくりするほどうまかったぜ。平屋部分に立派なカウンターがあるから、ここで車内販売したらいいのにね。そうだな。乗務員が1人しか入れないカウンターより、乗務員同士で談笑しながら客の対応ができる食堂の一角の方が望ましいのだろう。食堂車は乗務員の休憩スペースでもあるんだよね。食堂車の厨房は平屋部分に設置されている。厨房がある分、食堂車は平屋区画が少し長いぜ。普通の2階建て車両に比べて2階建て部分が狭いんだね。これまで紹介した2階建て車両、後座、南座、後座車は昆明局や上海局の列車にも連結されているが、2階建て食堂車 SCA25 系を運用しているのは西安局のみだ。この車両は中国、いや、東アジアで唯一の2階建ての食堂車なんだぜ。せっかくなら2階建て食堂車で夕食を食べてみたいね。そうだな。1階部分のテーブルに着席してメニューを見てみる。水に肉片とご飯、ビールを注文した。ビールはチンタオビールだったぜ。中国の食堂車、列車によって置いてあるビールが違うんだよね。続いて水に肉片が運ばれてきた。びっくりするほどうまい、というほどではないが、山椒が効いていてまずまずの味だった。ただ、ご飯とセットでついてきたスープは不敗臭、というか、食べてはいけない風味があったので残させてもらったぜ。中国の客車列車の食堂車は列車やメニューによる当たり外れが大きいイメージだね。列車は陝西省の農村の中を走行し、時折小さな駅で乗客を拾う。この列車は法系、西安間ではほぼ全ての駅に停車し、陝西省内の地域輸送を担っているぜ。19時6分、列車は関陽に到着した。
咸陽は紀元前3世紀に史上初の中華統一を成し遂げた秦の都として有名だぜ。漫画のキングダムを読んでいる人にはおなじみの地名だね。咸陽を出発後、列車は渭水に架かる鉄橋を渡る。次の停車駅は漢、隋、唐の時代の都で、現在は陝西省の省都である西安だ。西安の中心部に近づくと、旧市街を取り囲む城壁が見えてくる。西安の城壁は主に唐、明の時代に建造されたもので、登って観光することも可能だぜ。ライトアップが綺麗だね。19時28分、列車は西安駅に到着した。反対側のホームには新型在来線車両 CR200J が到着していた。現在、中国の客車列車はこの形式への置き換えが進んでいるぜ。西安は乗降客が多いため、30分ほど停車する。宝慶から西安まではそれほど混雑していなかったが、西安で大勢の乗客が乗車し、車内は満員となった。20時ちょうど、列車は西安駅を出発。列車は南へ方向を変え、重慶方面に向かう上油線に入っていく。23時46分、列車は安康駅に到着。安康駅は陝西省の最後の駅で、ここから先の区間は四川省と重慶市だぜ。在来線では深夜でも多数の旅客列車が走っているんだね。明日の朝は早いのでそろそろ寝ることにしよう。早朝の6時35分、列車は帝国通り重慶西駅に到着した。2階建て客車、かなり古い車両だったけど綺麗に掃除されていて快適な乗り心地だったね。今回乗車した京線に、3時は不定期で運行されており、2026年3月16日時点では運休中だ。再開したらぜひまた乗りに行きたいね。中国鉄路の最新情報を知りたい時におすすめの書籍が、日本語版の中国鉄道時刻表。年2回発行で、最新の列車情報や路線図を掲載している。乗車レポートや詳細な解説編は読み応えたっぷりで、中国での鉄道旅を計画する際には役立つこと間違いなしだぜ。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてね。今回の動画はここまで。このチャンネルでは他にも中国の鉄道についての動画をたくさん上げているから、興味が湧いた人はぜひ見てみてほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。